エブリワン、宗藤ちゃんです。本日の動画はブッシュクラフトカービングバトニング棒を作る。いってみよう。今日はバトニング棒を手斧とナイフだけで焚き火用の薪からブッシュクラフトカービングしたいと思います。できるだけ分かりやすく解説していきますが、質問等あればコメントくださればお答えしますのでよろしくお願いします。それといいねボタン、チャンネル登録、通知オンしてもらえるとこれからの励みになります。よろしくお願いします。今回使う材料は薪にするために現地で枯れ枝から切り出してきたものです。木の種類はビーチトリー、日本でいうところのブナの種類と思われます。選び方としては乾燥しているけれど割れが入っていないものを選びましょう。割れが入っていると叩いているうちに割れてきてしまう可能性があるので、太さなどは好みで良いと思いますが、太い方が叩く力が強く、細い方が扱いやすくなるので自分に合ったサイズを考えて選ぶといいでしょう。今回はバトニング用ということであまり太い必要はないと判断。それにこれぐらいが持ち運びが良いかなと思い、このサイズにしました。太さを決めたらサイズを考えて切り出します。ヘッドの部分の大きさを決め、それにハンドル分を足します。ハンドルは手の甲の幅の 1.3 倍ぐらいがちょうど良いと思います。このバックソーは自分でブッシュクラフトしたものを DIY で仕上げたものです。その動画のリンクが上に出ているのでよかったら見てください。ヘッドとハンドルの境にノコギリで切り込みを入れて、それから手斧で割ってハンドル部分を細く持ちやすいサイズにしていきます。現地で使い捨てならこれで十分ですよね。今回はハンドルを作り込んでいくので少し太めに残しておきます。ヘッドの部分の皮を削り落とします。ハンドルの荒出しをしていきます。ハンドルの深く削らなければならないこの部分とこの部分を V 字に落としていきます。次にこの部分を落としていきます。ここで宗流の手斧で狙い通りに削るためのティップを一つ。腕全体で斧を振るのではなく、肩手首は極力使わずに肘の関節だけを使って斧を動かすとブレが少なくなり、狙ったところに当てやすくなります。それから斧でできる範囲まで全体の形を整えていきます。この時点でナイフに持ち替えても良いかと思います。ハンドルが好みの太さに近くなったらナイフに持ち替えてハンドルの形を整えていきます。カーブがきつい部分はナイフの先を使い、なだらかな部分はナイフの腹の部分を使うと削りやすいです。
一番へこんでいる部分で木目が反転するので、そこでナイフを止めて反対側からナイフを入れて落とします。ナイフはモーラナイフサンビックカーボンスティールブレイド 4.1 インチを使っています。あとは自分の手に馴染むようになればハンドルは出来上がりです。最後に面取りをしてヘッドの部分の残っている皮をナイフで削って少しきれいにしておきました。まあこんなもんかな。これで完成。最後までご視聴ありがとうございました。いい音。本日の動画いいねと思ったらいいねボタン、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。それではまた。See you next time. Bye!